今回は、ボルバルの関連カードをまとめてみました。意外と多いボルバルの関連カードをはじめ、ボルバルの奥様や子供についての解説など、結構面白い内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。無双龍騎ボルバルザーク。2004年6月に登場したカード。7マナ6000のダブルブレイカー。スピードアタッカーで、出た時、他のパワー6000のクリーチャーをすべて破壊します。その後、エクストラターンを獲得し、エクストラターン終了時、自分はゲームに負けます。もはや説明不要の最強凶悪カード。環境をボルバル一色に染め上げ、ボルバルマスターズと揶揄された当時の環境。出した時点で勝敗が決してしまう点や、出された側はシールドトリガーを祈るだけで、あとは相手が勝ち切るか、それとも自滅するかを眺めるだけという点が、このカードが許されない最たる理由と言われています。そして、公式様の格言に、ボルバルザークは二度と作らないというものがあります。ただし、界隈に残した爪痕は大きく、カード自体も普通にかっこいいため、未だ高い人気を誇るカードであり、初のプレミアム殿堂入りして、界隈から見ることがなくなるかと思いきや、多数の派生カードなどで、無双龍騎の名が途絶えることはありませんでした。ボルバルザーク自然ドラゴン。2008年6月に登場したカード。無双龍騎ボルバルザークの名を受け継ぐドラゴンで、7マナ7000のダブルブレイカー。サムライ流ジェネレートという、クロスギアをタダで出せる効果を持ち、各ターン、初めてタップした時アンタップします。このアンタップ能力で、疑似的に初代ボルバルを再現しており、サムライ流ジェネレートも、クロスギアの恩恵によりスピードアタッカーを再現できたり、初代ボルバルを疑似的に再現しながらも、ゲームを壊さないよう慎重な調整が施されていることがわかります。そしてこの豪快な能力と、かっこよすぎるイラストに、無双龍騎ボルバルザークの名を受け継ぐドラゴンとして、若年層を中心に高い人気を誇っており、シークレット版などを数えると、登場から2年以内に、5種類のバリエーションが存在しています。背景ストーリーでは、斬撃二刀流を極めた、無双龍騎ボルバルザークの血を引く侍ドラゴンで、疾風怒涛の1の太刀と、一撃必殺の2の太刀による、自然に連山を使う実力者で、この斬術は武者と大和の指導のもと、習得したようです。かっこいいですね。そしてこのカードも多くの派生カードが生まれており、2代目ボルバルの名に恥じない人気を誇っています。超新流ボルバルザーク自然ドラゴン。2010年2月に登場したカード。先の自然の亜種であり、水文明のドラゴン。7マナ6000のブロッカー。ブロックされない。各ターン、初めてタップした時アンタップします。本家自然と比べるとパワーが1000減り、サムライ流ジェネレートとダブルブレイカーがなくなった代わりに、ブロッカーとブロックされない能力が付与されています。破壊力は失ったものの、確実なブレイクと防御性を獲得したようなものですね。しかし、パワー6000となったことで、半蔵や火炎流星弾の対象になってしまったり、ミツルギブーストに破壊されてしまう点は非常に痛いです。このように、単体での決定力に欠けて、破壊されやすくなり、スピードアタッカーもないため、使用されることはほとんどありませんでした。ダブルブレイカー持ちであればどうにかなったかもしれませんが、当時のカードパワー的に、ブロックされずアンタップ持ちのクリーチャーに、ダブルブレイカーはさすがに強いと判断されたのでしょう。ただ、能力は少し残念ですが、デザインは本家に劣らないかっこよさだと思います。ボルバルザーク X。2011年10月に登場したカード。7マナ6000のダブルブレイカー。スピードアタッカーで、出た時、自分のマナをすべてアンタップします。このマナアンタップ効果により、疑似的なエクストラターンを再現したのですが、この能力ははっきり言って強すぎました。出ただけでアンタップという、あまりにも雑すぎる効果。デメリットもなく回数制限もないため、本家ボルバルと異なり、2体目、3体目の召喚に大きな意味を持つため、状況や手札によっては、1ターンで信じられない盤面展開が可能となります。そんな X は登場してから即座に環境を席巻し、ボルバルの能力だけでなく、ボルバルマスターズの環境まで再現してしまったこのカードは、翌年2012年に殿堂入りを果たしました。能力の回数制限や、召喚限定の効果、スピードアタッカーがなければなと、様々な意見が出されており、あからさまな調整ミスを指摘する声は少なくありませんでした。キングボルバルザーク。2016年10月に登場したカード。7マナ6000のダブルブレイカー。ス
スピードアタッカーで、このカードの攻撃終了時に、場に自分の他のドラゴンがいれば、自分のクリーチャーをすべてデッキ下に置いても良い。そうしたら、エクストラターンを得ることができます。このカードははっきり言って、使いづらいの一言につきます。このカードだけで能力が完結しないことや、アタックトリガーではなく、攻撃の後に発動すること。そして6000という7マナにしては低いパワーに、アンタップキラーもないため、要は攻撃先が限定されており、破壊されやすいから能力発動すら厳しいというものです。このように、本家と比べてエクストラターンの獲得条件が、かなり厳しくなっており、ようやくエクストラターン獲得しても、自分のクリーチャーは全てデッキ下に行くため、エクストラターンを獲得しないという選択が生まれるほど、強烈なデメリットを抱える効果だと思います。場を離れる代わりにとどまる系のカードを駆使して、連続して追加ターンを獲得するコンボが考案されたりもしましたが、要求値の高いオーバーキルでしかなく、実用的なコンボが開発されることはありませんでした。後に、公式から弱体化しすぎたと判断されたのか、口述する新たなボルバルの調整版が出されるほどでした。ボルバルの調整版がいかに難しいのかがわかる一枚ですね。エターナルボルバルエッジ。2017年10月に登場したカード。初代ボルバルの調整版かつ、呪文版と言えるカード。パワー6000のクリーチャーをすべて破壊して、エクストラターンを獲得できます。エクストラターン中にこの呪文を詠唱することはできません。デメリットの敗北効果が消えた代わりに、クリーチャーとしてのスペックがなくなったカード。そしてボルバル最大の問題点であった。使ったら眺めるだけの自己満カードではなくなりましたね。このように、無条件でエクストラターンを獲得できる点は、非常にお手軽で強力に見えるため、発表時はジュエマのインフレがここまで来たかと、大いに騒がせたのですが、蓋を開けてみれば環境に進出することはなく、あまり使われることはありませんでした。その最たる理由は呪文であるということ。単体で合計4打点を確保できる本家と異なり、1枚で盤面をひっくり返せないこと。さらに高速化の進んでいた当時の環境では、とりあえずで投入できるほどのカードではありませんでした。なのでこのカードは5色コントロール系で見るぐらいのもので、環境一色となったわけではありませんでした。しかし、ボルバルの派生カードで最もいい調整をされたカードであり、全く使われないわけではないため、個人的には調整に成功した良カードだと思っています。禁断竜王ボルバル8。2021年9月に登場したカード。9マナパワー5万、4321のトリプルブレイカー。スピードアタッカーとエクストライフ。さらにジャストダイバーまで持っており、攻撃時、デッキ上から5枚見て、その中から2枚までを手札に加え、残りは好きな順序でデッキ下へ。その後、パワー6000以下のクリーチャーを全て破壊します。次ターン終了時、このターンにクリーチャーが4体以上破壊されていれば、追加のターンを得ることができます。いかがでしょうか？一言で言えば豪快かつ強力な効果を持つカード。要はパワー5万超えがスピードアタッカーかつトリプルブレイカーで、攻撃時に手札補充しながら6000以下を吹き飛ばし、うっかり4体以上破壊されていれば追加ターンを得て、エクストライフで一度だけ場を離れず、ジャストダイバーで少しの間、選ばれず攻撃されません。もちろん、4体以上除去の条件は、自分のクリーチャーも含まれるため、わざと小型を並べて数を稼いだり、このカードの能力だけに限らず、攻撃前のターン中の破壊もカウントされるため、この条件は緩いと考えていいでしょう。さらに追加ターン獲得に、連続でいられない制限もないため、条件を満たし続ければ、一生俺のターンを実現することもできます。以上のことから、このカードが強かったのは言うまでもなく、環境でも多くのデッキで活躍していましたね。このカードは背景ストーリー上、話すと長くなるので簡単に説明すると、存在してはいけない近畿の中の近畿で、初代ボルバルと VV8 を合成したディスペクターの王。ボルバルは敵になったわけでなく、その力を敵に利用されてしまっているだけですね。背景ストーリー上でも圧倒的な存在として、暴れていた強力なカードということです。無双勇気ボルバルモモキング。2021年12月に登場したカード。先に紹介した禁断竜王ボルバル8。それを撃破してボルバルを引き剥がし、その力を受け継いだ新たなモモキングがこのカード。モモキングは、要は主人公の名前です。本家無双勇気から、無双勇気に漢字が変わっているのも特徴ですね。8マナパワー2万、5000でクアトロブレイカー。ス
ター進化がレクスターズ可否か自然のクリーチャー。出た時、自分のシールドを2枚ブレイクします。その後、相手のクリーチャー1体とこのクリーチャーをバトルさせます。時ターン終了時、パワー6000以下のクリーチャーを全て破壊しても良い。クワトロブレイカーが、本家の4打点を疑似的に再現して、ターン終了時のパワー6000以下破壊は、ブレイク後に出てきた相手のシールドトリガークリーチャーを除去できたり、結構便利な能力なんですよね。ただこのカードはそれだけではありません。このカードはモモキング JO との相性が良く、モモキング JO と一緒に見ていくと、ボルバルモモキングは登場時に自シールドをブレイク。つまり手札補充できる進化モモキングのため、JO の能力との相性が抜群。回収したシールドから次なる進化モモキングが、JO の上に乗っかってまた攻撃する様は、ボルバルのエクストラターンを再現しており、さらにシールドをドローに変えている諸刃の剣の要素が、敗北効果のデメリットを持つ本家と似た、自身の敗北を近づける能力を再現していますね。こんな感じで、名前だけでなく、能力自体もボルバルの再現をしている凝ったデザインであり、イラストもかっこいいので、非常に魅力的なカードだと思っています。覚醒勇気ボルバルザークジュニア、2022年2月に登場したカード。もしもデュエマが〇〇だったらというもしもの世界がテーマとなったパックで、このカードはとあるカードの子供として生まれました。そしてこのカードの両親とは、キングボルバルザークとクイーンアマテラスなのです。ただ、ここも少し事情があってですね。それはフレーバーテキストからわかるのですが、要はキングもクイーンも元となるカードと同一人物なのです。つまりボルバルジュニアの親は、ボルバルザークとアマテラスということでもあります。この両者の出会いは温泉でした。温泉とは、デュエマでいうプレミアム殿堂入りしたカードが行き着く先のことで、先にプレデン入りした、つまり温泉に使っていたボルバルと、後からプレデン入りした、つまり温泉入りしたアマテラスが、その中で愛を育み、ジュニアが生まれました。7マナ6000のダブルブレイカー、スピードアタッカーで、各ターンの終わりに殿堂往来空間側へ裏返すことが可能。殿堂往来空間とは要は温泉ですね。フィールドというカードに代わり、このような効果を持つのですが、割愛します。話はジュニアに戻りますが、ジュニアはサイキッククリーチャーの中で、スピードアタッカーとダブルブレイカーを持つ、ダイアールカイザー以来の2枚目のカードとなり、そちらと比べてコストが7マナで自然文明もあるため、フェアリーホールなどの超次元呪文から出すことが可能。意外と偉いカードなのです。以上が、ボルバルの関連カードでした。いかがでしょうか？やはり初代には特別な思い入れがあるため、僕は初代が好きなのですが、皆さんはどれがいいでしょうか？思い出も含めて、コメントで教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。